どうも落語家の三遊亭ごはんつぶです。さあ、いきなりですけれども、落語というのはですね、面白くないんですいやもうすごい切り口で今日ちょっと始めてみましたけど、落語というのはですね、面白くないんですよ。すごいこと言ってるでしょ。いやこれちゃんと一回ちょっと大きめのこと言ったので、丁寧に説明していきたいんですけど、この動画はですね、落語を本当に知らない人に向けて、今発信しています。落語を知ってる方はね、もう落語の楽しみ方を見つけてると思うので、もうその通り、もうあとは楽しんでいただければと思うんですけど、落語を本当に知らない人って世の中にいっぱいいるんですよ。当たり前ですけどね。もう世間で本当になんか落語っていうと何歌舞伎みたいな、もう全然話通じないとかね、あるんですよ。さすがに落語って言って歌舞伎って言ってるやつはちょっと情報収集能力低すぎるだろうって思うけど、いやでも本当に講談であるとか上方落語とか落語とかごっちゃになってね、そのその歌舞伎とかもう稲川淳二とかもなんか全部ごちゃごちゃになってる人とかもいるんですよ、全然。でよくあるのは落語っていうと笑点みたいな、もうそれも違うし、落語は落語っていうのは十ゲームとか時そばとかまんじゅう怖いとか芝浜とかそういうことですよ。お話なのね。お話を一人何役も演じて座布団の上で正座して着物着てる人が、演じてるのを、お客さんがライブで聞くっていう、これが落語なのですね。それは前提として、その落語が冒頭に言ったように面白くないことにはちゃんと理由があるんです。初めて落語を聞いてみるという機会が落語を知らない人に訪れたとしましょう。その時に楽しめないことはよくあると思います。ただ理由があって、これはですね、落語っていうのは記号化されたことが結構多いんですよ。記号化っていうのはつまりみんなが知っている前提で進んでいく、言っちゃえば内輪ネタが結構多い、のですね。でこのね、内輪ネタっていう言い方をするとなんか嫌な風に思うかもしれないですけど、別にこれは落語に限らず他のジャンルの他のなんて言うんだろうな、作品たちっていうかメディアでもやってることだと思うんですけど、例えばね、僕はいつも例えにこれ出すんですけど、サザエさんであるとかちびまる子ちゃんであるとかドラえもんとかでもいいんですけど、そういうのをこう皆さんも見たことってあると思うんですがね、わざわざキャラクターの紹介しないでしょ。もういきなりね、ドラえもんなんだよのび太くんって言って、ちょっと今の声優さんが誰だったのかちょっと分かんないですけど、信代かな、信代かな、信代さんですね。はい、ちょっと今呼び捨てにしてしまったことは大変、申し訳ございません。いいんですけど、で出てきていちいち説明しないわけですよ。もうね、のび太くんがさ出てきて、ドラえもんはやっぱり未来から来た秘密道具を扱うロボットだから役に立つなとか言わないわけですよ。もう言う必要がない。なぜかというとみんな知ってるからっていうような記号化っていうような内輪の通じるよねっていう設定、内輪ネタっていうのが落語もたくさん含まれているので、初めてパッと見てもなんかその設定が分かんないから、前提とかが、このキャラクターがどういう人なのかっていうのがあんまり分からないから、でそのドラえもんとかほど単純じゃないし、単純なんですけどね、ビジュアルで見れないから落語は。こういう顔した、こういう顔してなくてもいいんですけど、やつが「おいなんだよ」って言ったら、これでもう2人いることになってるから、ビジュアル一緒でしょ。そうなんですよ。だからその難しいの。ドラえもんだったら明らかに人間じゃねえってわかるでしょ。それがわかんないですよ。だからのくせに丁寧な説明がないからややこしいのね。そういうのがあるから落語って面白くない、最初は。だから覚えなきゃいけない。だからどういうふうに覚えなきゃいけないかっていうとですね、まずその
あんまり主人公っていう概念はちょっと捨てていただいて、落語はいろんなキャラクターが出てきて話によって主人公は変わるので、なんですが出てくるのはね、まあ熊さん八っっていう、熊さん八っっていうのはなんかもう大体こうまあちょっと抜けてるとこがあるけど、まあとはいえまあなんとなく普通のあんちゃんたちって思ってもらえればいいですね。熊さん八っとか出てくる、ね、出てくるんですよ。であと与太郎っていうのが出てきてね、与太郎はちょっとねちょっとというかだいぶ間が抜けてるちょっとアホなんですよね与太郎は。なんか言うことなすこと全部間違ってるみたいなボケですボケ。で隠居さんっていうのが出てきてね、隠居さんっていうのはご隠居生活を送ってるっていうそのもうだから働いてないね今は。でその年長っていうか、これまでのいろんな経験があるから知識が豊富だからみんなにこう頼られるみたいで、こうやって説明をされればなるほどなってわかるじゃないですか。ないんです、もう一切ない。おおホッツァンどうしたいや隠居さんねって言って始まるから、もうここで置いていかれちゃうんですよね、知らない人は。待って、ハッツァンを知らない、ハッツァンを知らない、ハッツァンって何、本名ハッツァンって本名みたいな、何人みたいな、タイ人みたいな、そっから始まる人もいるだろうし、隠居さんって何みたいな。で隠居っていう言葉もさそんな現代で使わないじゃないですか。あんまり隠居生活を送ってるみたいな人も身の回りにいないでしょ。もう今はもうね何歳まで働くみたいな、もうそれが65だもっとだみたいなもう世界だから、なかなか隠居生活を送ってる人もいないだろうからさ、いいんだけど、その隠居さんって言ったら隠居さん隠居は何名前何隠居あだ名みたいなね、そっから止まっちゃうっていう人がいると。でするとその後に会話がしててね、でまた中で与太郎の野郎がねとか言うんですよ。でそしたら与太郎って誰みたいな、何もうそこで止まっちゃうから面白くない。でそこで一応その与太郎っていうのはいつもアホなことバカなことを言ったりやったりしてるやつなんだなって知ってれば、与太郎ねって思うから話が入ってくる。でこういうそのキャラクターの前提とか関係性の前提っていうのをまずは知らないと楽しめないのです。いきなり知らない漫画のねワンピース読んだことない人がいきなりなんか90何話とか読んで多分分かんないでしょ。いきなりなんかやってることは分かるけど関係性とこいつを分かんないみたいなね。でもっとひどいとビジュアル映ってなくてセリフでなんかウソップがさっつってウソップ映ってないでウソップがって急に言われてもウソップとは誰みたいな知らない人からしたらそういうことが落語起きるので、まずはこれを丁寧に説明している何か本とかでもいいんだけど見つけるとか、なんかメディアを見つける、こういう YouTube 動画を見つけるのがいいと思いますって言いたいんですけど、あんまりですね落語側はちゃんと世間に歩み寄れてません現段階で。なので探してもねこれがいいよっていうの下手したらないと思うんですよね、なんかネットとか見ても。だからそれはおいおい僕ちゃんと出そうと思うので、僕の YouTube とか Twitter とかも全部フォローしてください。そしたらちゃんと出します。もう本当に僕はそこめがけてるので、本当に落語を知らない人にちゃんと落語を伝えたいでそこめがけてるので、ちっちゃいこととかも気にするんですよ結構。落語会ねあるんですけど、落語を見てくださいよって演奏会みたいな感じあるんですけど、落語会チラシがね作るんですけど、これ驚くと思いますよ。もう世間の落語知らない人がしたら、チラシの中に、例えば三遊亭ご飯粒、何月何日場所どこ、今回は、自分の中でもなんか最新作をやりますとかなわーって書いてある。落語っていう言葉が一回も入ってない。これ結構あるんですよ。だからせっかくチラシにしてるのに
知らない人にチラシどうぞってもらって何これ三遊亭ご飯粒っていう人の名前があって日時と会場が書いてあるけどこの人は何をやる人なのっていうそのレベルのこの感覚の麻痺なんです落語業界って。だからその落語って入ってなくて代わりにその落語会って言えばまだいいんですけど結構独演会とか言っちゃって独演会だと一人で何かを演じるんだろうなとは思うけどその人が落語家って分かんなかったらそれこそ何か講談歌舞伎何みたいになっちゃうわけですよね。でもっとひどいのがもっとひどいっていう言い方はこれ現在もうそうやってる人がいるのでひどいっていう言い方はちょっとあれですけど勉強会っていう言葉があってこれつまり我々落語家がその会を通してお客様に、今その稽古しているネタを見てもらう自分の技術を見てもらうその反応をいただくことで自分が勉強して、より芸の高みを目指していこうっていうそういうイベントなんですけど勉強会っていうんですけどねのチラシやっぱりその落語って一文字も入ってなくて三遊亭ご飯粒勉強会、何月何日どこ、今回は、3席ですみたいなで3席って言っても知らない人は分かんないでしょ。3席っていうのは客席が3席なんじゃなくて落語の一つのお話の単位が席なんですよ。だから時そばまんじゅう怖い芝浜ってあったらこれ合わせて3席っていう意味だ。今日は3席やりますよっていうと3つのお話をやるよっていう意味なんです。これも知らないでしょ知らない人は。で知らないって思ってないから麻痺してるからその今回は3席やりますみたいな勉強会ですぜひお越しくださいね。でもらった人がこれ何勉強会っていうのはつまりはどういうことで3席しか客席はうわーってなって混乱した結果これ本当にあったんですけど今度さ勉強会行こうと思うんだけどノートとペンあればいいかなって言われたんですよ。でこれは落語知ってる人からしたら面白い話なんだけど知らない人からしたら今聞いてても違うのってなるでしょ。勉強会っていうのはさっき言ったように我々が勉強する場でそのイベントの名前を勉強会としてるだけだからお客さんは普通に来て笑って帰っていただければそれでいいんですよ。っていうのも伝わらないって思ってないから勉強会とか言っちゃうんですよね。でチラシに書いちゃう。だから僕はそれまずいなって思うからちゃんとっていう言い方はよくないけど三遊亭ご飯粒単独落語ライブっても誰でも絶対に分かるようにしたりとかそういう工夫をねで何席っていう言い方もできるだけ避けようとしたりとかあと入場料とかねのことを木戸線って言ったりするんですけど木戸線も今馴染みない人いるからそういうのもやっぱ表現を言い換えたりとかちょっとやっぱ気を配ってるんですね。だからその落語をほんと世間に広めたいなと思って、この動画も上げてるんですがちょっと話長くなりましたけど冒頭で言ったように落語はね、そういうのを前提を丁寧に教えてくれる人がいない場合もしくは自分がそれでも何か気になるかなって思って何回もトライしないと初見で落語ってなんていうかなその面白いポテンシャルあるなって思うことはできるかもしれないですけどさっき言ったように前提しないと 100% 楽しむことはできないコンテンツなので漫才とかと違って、だから落語は面白くないんです。その面白くない落語を面白いと思っていただきたい。そのためにはやっぱ落語を皆さんの身近に、あるコンテンツとしてね映画を見る音楽を聴く落語を聴くっていうのがそこに入ってくるように頑張りたいと思いますので、落語を知らない人もぜひですねこれにというか今後懲りずに三遊亭ご飯粒の活動をちょっと見てそこから落語を知っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。